大家好、皆さんこんにちは、ボウフエです。今回は長時間勉強、長時間集中のコツについてお伝えしていきます。今回の動画は2部構成になっています。まず第1部は、勉強したくてもなかなか机に向かえない人に向けて、どうやったら机に向かうことができるかということについてお話ししていきます。第2部では、机に向かうことはできるけどなかなか長時間勉強が続かない人に向けて、どうやったら長時間集中力を保っていけるかについてお話ししたいと思います。そもそも自分もそんなに集中が続く人ではなかったです。弱いんじゃないかと自分を責めてしまうこともありました。でもいろいろな方法を試す中で自分自身に合う方法を見つけて長時間勉強、長時間集中を続けることができるようになっていきました。皆さんも決して自分を責めることなく、諦めることなく、一歩ずつ勉強時間を伸ばしていって長時間集中できるようになれればいいなと思います。それではまず第1部、1つ目に言いたいのは小さな目標を立てようということです。特に勉強に向かえない人、机に向かえない人の特徴として挙げられるのは、自分の実力に合っていない大きな目標を立ててしまったり、限界が分かっていなくて、自分達成不可能な目標を立ててしまって、それが達成できないことによって自分自身を追い込んでしまうということが挙げられます。完璧を求めすぎないことが大事です。いきなり全て全部やってやろうということは僕自身も不可能です。まずは1問だけでも、1ページだけでも、1章だけでもと、問題に取り組むハードル、机に向かうハードルを下げてあげることが大事になります。僕自身も自分自身を過大評価してしまい、大きな目標を立ててしまって、それが達成できなくてなかなか勉強が続かないといったことがありました。まずは机に向かうということ自体を習慣化するように心がけてみてください。その後に効率のいい勉強法や長時間集中するコツについて試していくのがいいと思います。2つ目として言えるのが、環境をうまく使おうということです。これは図書館やカフェ、教室といった自分自身の勉強のモチベが上がるところに移動することで勉強に取り組みやすくするといったことになります。せっかくここに来たからには5分は勉強しようとか、参考書は開こうとか、勉強に向かうエネルギーを自分自身で高めていってあげるってことが大切になります。これも机に向かう習慣づくりの一つになります。僕の場合も様々な動画の中で紹介している通り勉強場所を変えています。理科教室等や実験等、またラジオ体操をした後など勉強に対してのモチベ、エネルギーを高めて勉強に向かっています。こういった工夫をお勧めします。もう一つ挙げられるのは仲間を見つけるということです。努力している人たちの中にいると自分も頑張らなきゃなって思えるようなものです。資格試験などの勉強を頑張っている友達を見つけて、その子と一緒に勉強したり、何か目標を持って向上している友達と一緒に勉強することで、自分自身のモチベーションも上がってくると思います。そういった方々がお互いに励まし合いながら、目標に向かって挑戦していけるような環境づくり、またそういったサポートを生み出せたらいいなと考え中です。今後もどうぞご期待ください。以上挙げた3つ。小さな目標を立てること、環境をうまく使うこと、そして仲間を見つけることを意識して勉強に向かってみてください。では続いて、長時間勉強のコツ、長時間集中するためのコツについてお伝えしていきます。まず1つ目は、集中力が下がるものを遠ざけるということです。特に問題なのがスマホです。スマホは絶対しまっておいてください。スマホは電源を切っていても机の上にあるだけで集中力が落ちてしまいます。通知が来たらもう最悪です。集中力は半分以下に下がると言われています。また、そもそもスマホは潜在的に脳の容量を占めてしまいます。スマホがあるだけでマルチタスクになってしまい危険です。集中力が下がってしまいます。僕の場合は通知が来ないモード、お休みモードなどにしてカバンの中にしまうという方法をとっています。そういった意味ではスマホを使った勉強ではなく iPad や紙媒体といった SNS につながらない媒体で勉強するのがおすすめです。2つ目は集中が切れる前に上手に休もうです。特に有名なのがポモドーロタイマーなどといったものがあります。これは25分と5分といった短いスパンで集中と休憩を繰り返すといったものになります。僕の場合は15分や25分に1回水を飲んだりチョコを食べたり伸びをしたりなど小さな休憩をとっています。また 2,3 時間に1回はトイレに行ったり水を汲みに行ったり体を動かすような運動を意識して休憩をとっています。ポモドーロタイマーの勉強 BGM も今後アップロード予定ですのでそちらも使ってみてください。そして3つ目、飽きない工夫をするということです。これは長時間勉強の最大の難点でもあります。
やはり同じ作業を長時間続けているとどうしても飽きが来るもので、ここで工夫をする必要があります。教科を変えたり、勉強場所を変えたりといった方法で長時間勉強を続けています。僕の場合は5、6時間に1回内容を変えたり、または勉強場所を変えたりしています。勉強場所を変えるのが難しい時は、立ってやったり座ってやったりなど、ちょっとでも気分を変えることで長時間の集中を続けることができます。また、その他飽きない工夫としては、休憩のタイミングで霧の悪いところで終わるというものもあります。これは例えば、問題集を解いている時とか、あと2、3問で1単元終わる、1ページ終わるという時に、あえてその場所で休憩を取ることです。すると、休憩が終わって勉強に戻る時に、あと2、3問だし頑張ろうといった感じに、勉強を始める時のエネルギーを少なくすることができます。これによってスムーズに勉強に乗ることができて、集中を途切らせることなく勉強することができます。また、多く質問をいただいていた勉強中に聴いている音楽についてですが、勉強中は周りの環境音を排除するという意味で、イヤホンをして BGM を聴いています。この BGM は自然音、特に川のせせらぎや波の音、それにピアノやオルゴールといったもののついたものを使用しています。これはアルファ波といって集中力を高めたり記憶力を高めたりする効果があると言われています。勉強用作業用 BGM としてスタディ with me 動画もアップロードしていますので、そちらもご参考にお使いください。長時間集中するコツとしては、集中力を妨げるものを遠ざけること、そして集中が切れる前に上手に休むこと、最後に飽きない工夫をすることといったものが挙げられます。こういった様々な方法を試しながら、皆さんも長時間勉強にチャレンジしていってください。最後に、集中力は鍛えて徐々に伸ばしていくことができるものです。また、どの分野においても役に立つことではあるので、皆さんも以上紹介した様々な方法を試しながら徐々に自分の原価を伸ばしていってみてください。一緒に頑張りましょう。このチャンネルは中国留学の日常を発信しながら中国に興味を持ってくれる人が一人でも増えればいいなと思いで始めました。またご質問いただいていた効率勉強法や暗記の使い方なども今後動画にしてアップロード予定です。ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。また動画では使い切れない日常などをインスタグラムにて載っけています。質問は DM にてお待ちしています。ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。再见。